おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はペア戦のリゾット、相方もリゾットだよ。リゾットは今シーズンに2度目の大幅調整。まずレベル3で解放だった自動回復スキルが初期状態から使用可能に変更。そしてレベル4解放だったアルティメットスキル一発目の解放レベルが3に変更。これによりチップ2枚だけで一発目のアルティメットが使用可能、なしでもアルティメット以外全要素が揃うようになった。チップ配分が大幅にやりやすくなり、さらに透明中でも味方からの視認性が上がったことと合わせてペア戦適性が大幅にアップした。さて物資が豊富なエステシンデレラは先に抑えた。付近には1ペア、いや相手にも透明になっているリゾットがいるから2ペアいるな。暗殺を開始する。開始早々アイテムを取って有利な今のうちに仕掛けさせてもらおう。向こう側で敵のリゾットがジョルノにやられているな。俺はお前に近づかない。続いてジョルノもダウン。ということは最初にダウンしたリゾットのペアはキラか？屋内戦は不利だがここは何としても蘇生させたくない。階段に爆弾を仕掛けたか。しかし位置ならば。あるじゃないか。それをやると思った。よし爆弾処理に成功。チップは奪えなかったが相手の蘇生阻止はできた。近くに気配も増えてきたので一旦距離を取ろう。おいおいさっきダウンさせたジョルノのペアもリゾットか。キラリゾットペアと戦っているうちに透明化でジョルノを蘇生されてしまったが、今度は相方がリゾットのダウンを奪ってくれたぞ。そしてジョルノもあとわずか。うわさっきのキラが後ろから来ていた。しかし相方に背を向けていることになるのでただでは済んでいないはずだ。死んでもらう。よし早くも2ペア倒してチップ大量確保だ。最初のジョルノのダウン以外は大体相方がやってくれたな。しかもまだ周囲にダービーの死角が残っている気配もするぞ。まずはここの1体。あとはスタート地点付近に残っていた1体を倒して2人ともレベルマックスだ。さて必要チップ枚数の少ないリゾットとしては理想的すぎる立ち上がり。あんなところに単独の丈太郎。赤子以上に好きだらけだ。死んでもらう。しかしリゾットは後半の決め手にかけるため終盤までに仕掛けて勝ちに持っていけるだけの状況を作っていかなくてはならない。特に後半に強い丈太郎はここでダメージを稼いでおく必要がある。うっとうしいぞ。貴様。まさかもうとっと目を使ってくるとは思わなかった。すでにそれだけ体力がやばかったということか。さすがにここまで躊躇なくとっと目を使ってくるケースはそうそうないけど、もっと距離を取ったり透明化を使って出待ちをしておくべきだったな。こういう構成の時ほど落ち着いて行動しろ。失敗は行こう。知らん。失敗は反省してそのことを前向きに利用しなくてはな。ともあれ相方のおかげで命拾いした。ダウンを取られた代わりに丈太郎は終盤に重要なカードを捨てたことになるので脅威度も大きく下がった。ここは無理をせず下がるとしよう。さて20人フルマッチだったこの対戦も残り人数8か。まだ歌教員が残っていたり向こう側で丈介奥安が移動しているのも見えるな。終盤のエリアは住宅地だが建物に近寄るのはかなり危険だ。透明化で攻撃をしのぎながら屋外で様子を見よう。くらえメタリカ相方が仕掛けた。ダウンを奪いたいところだが歌教員がカバーに入っていてうまく狙えないな。逃げられたがダメージはそこそこ入ったか。そして向こうの建物にはそれをやると思った先に移動していた丈介奥安コンビと出くわして歌教員がアルティメットを使ったか。ガードができたのは奥安のみ。残り人数は減っていないがただでは済んでいないだろう。1ペア減った。さっきの丈太郎が屋根上に見えもしたが警戒するのは歌教員キラペアの方だな。屋内戦は不利だが警戒される前に仕掛ける。浮かれるな。だが我がメタリカの正体を知ったところでもう遅いんだぞ。屋内は不利だがここは無理やりにでも攻めるしかない。メタリカキラにもぶち込んだがどこかで回復をしていたのか倒れるのが遅い。これでは蘇生されてしまい決め手にならない。これで仕留め。向こうの蘇生が早くて一人では追撃が間に合わないか。メタリカ死ぬ前に体が死人になって死ぬのとどめだ。くらえ守備は上々だ。お前はもう完全に出来上がった。
アルティメットを使い切っても倒しきれず蘇生阻止も失敗してダウンしてしまったけど、相方が最後の追い込みをかけてくれて勝利。反省点としては最初のアルティメットをぶち込むサイキラを狙ってダウンを優先するべきだった。そうすれば近距離攻撃を持っているキラよりも歌教員の方が無理やり詰めて蘇生阻止も狙いやすい。他にも兵から飛び移って2階から奇襲をかけたり色々な手が考えられたけど、やはり相変わらずアルティメットは速攻性がないので後半戦が厳しい。ともあれ最後の詰めに絶妙なタイミングで仕掛けて勝負を決めてくれた相方に感謝。それでは次の対戦行ってみよう。確実に仕留めてやる。確実に。今度の相方はジョルノだよ。そして開幕早々相方から敵発見の合図だ。ここはすぐさま合流して援護しよう。敵だなってめ暗殺を開始する。逃がさない。相手はナランチャ、ジョルノ相手なら川に飛び込めば迎撃できると思ったようだが私が来たからには話は別だ。近距離キャラ相手なら引き打ちできるナイル側もこの状況では格好の的。お前にもう撃つ手はない。とどめだくらえ。早速一人をダウン。近場のダービーの四角のチップも合わせて優先的に相方に回したいところだ。そしてダウンを奪ったナランチャのペアが来る可能性も高い。そちらのチップも奪えたら美味しい。エアロスミスだ。おっともう一人もナランチャだったか。しかしこの距離でのナランチャの基準は命中精度の悪さから火力が期待できる代物ではない。リゾットの射撃も遠距離攻撃向きではないが単発火力はこちらの方がはるかに上だ。それに数秒被弾しなければ自動回復のおまけ付き。着実に一発一発当てていこう。お前はもうどうしようもない。それはもう何をやっても変わりのないことだ。覚悟しろ。エリアが迫ってきてる。ある程度シールドも取っていたようだがエリア外でリタイアか。しかしあの1のチップは体力の少ない相方では取りに行けない。ここは私が取らせてもらってアルティメットを解放しておくか。1枚でも取ってもらえれば相方のアルティメットが解放できたけどこの状況では致し方ない。エリアの隅で戦っていた分他のプレイヤーから狙われる心配もなさそうだし、しっかり回復をして次に備えよう。さて残り人数は8。最初はプレイヤーが14人と結構多かったのでシールドがそこまで残っていない。他のプレイヤーからチップを奪いたいところだがあまり余裕がないので慎重に行きたいところだ。すぐそこでやり合っているペアもいるのだがここで無理に仕掛けに行くのは考えもの。というのもすぐそこの館を歌教員ジョルのペアが抑えているためだ。相方がまだアルティメットを解放できていない以上、終盤のエリアが館になった場合私らだけでは歌教員のアルティメットへの対抗手段がない。交戦していた片方のペアが落ちたか。今ちらっとディアボロが見えたので向こうで残ったのはロハンディアボロペアだな。建物を漁っているのを見るにダメージは受けているようだがディアボロは正直残したくない。ここは歌教員とディアボロに警戒しながら透明化でチャンスを伺いたいところだが。あ、いかん相方が歌教員に見つかって不意打ちをもらってしまった。エリア外から迂回させてくるのも考慮すべきだったな。こいつはやばい。そしてさらにヤバいのが終盤のエリアが館周辺だということ。これではエリアが閉じるギリギリまで館を抑えている歌教員ジョルのペアが有利だ。しかしさっき交戦中のペアに無理に仕掛けに行かなかったのはこういう場面を想定していたのもある。射撃を持たないロハンディアボロペアはこの状況だと館の方に行かざるを得ない。そうなればこちらでは手を出せない歌教員ジョルのペアと潰し合いになるだろう。もし歌教員がアルティメットを使ってディアボロもその回避にアルティメットを使ってくれたらかなり美味しい状況になる。ここは館から距離を取って様子を見よう。ボンジョールの。了解。お、今のうちにちょっと回復をしようということか。ペア戦で体力がわずかの時はエリア外ダメージでわざとダウンして蘇生してもらえば、体力半分の状態で復活できる。と、やってる間に向こうで蹴りがついたか。ヘブンズドアーが見えるということは残ったのはロハンディアボロペアだな。ロハン先生の罠とディアボロのディメンションも厄介だが、歌教員のアルティメットで一気にやられる可能性よりはマシか。と入っても建物を抑えられている以上こちらがかなり不利。ここは姿を消しつつ飛び出してくるヘブンズドアーを視界外から迎撃する体勢で臨みたい。しばらく待てば館がダメージエリアに飲まれる。ヘブンズドアー無駄。よし。この便器に吐き出されたタンカスどもがジョルノ・ジョバーナ、お前には死んだことを後悔する時間後も。何？お前が何者かようやく分かったぞ。無駄。
奴はもうどこへも向かうことはない。相方がオーバーグローでディアボロの攻撃を回避した隙にメタリカをぶち込み、動きが鈍くなったところにとどめを刺してもらって勝利。残ったペア同士でぶつかり合ってくれたおかげでかなり消耗していたようなので道中無理に攻めずに正解だったし、相方が露伴先生を返り討ちにしてくれたのも大きかった。アルティメット抜きで驚異の巻き返しを決めてくれた相方に感謝。それではご視聴ありがとうございました。